皆さんおはようございます。ルーム横井です。今日も爽やかな朝を迎えております。まずはホテルで朝食を済ませます。朝食後はホテル周辺を散策してみます。ホテル正面に広がっているのはイズニック湖です。イズニック湖は東西約 32km、南北約 12km でトルコで5番目に大きな湖です。少し前に湖の水位低下によって湖底から古代のバシリカが出現して話題になったそうです。ギョルカブは湖の門という意味で、かつてイズニックの城壁にあった城門の一つです。ちょっと分かりづらいのですが、城壁の痕跡を見ることができます。イズニックは古くはニカイアと呼ばれ、紀元前4世紀にアレキサンダー大王の軍隊により征服されました。この町では西暦325年にニカイア公会議が開催され、キリスト教の基本教義が決められるなど、キリスト教史上とても重要な場所です。ローマ時代の城壁がほぼ完全な形で残っていて、円形に近い城壁で町全体が囲まれています。オスマン帝国が最初に都を置いた場所の一つで、この時代はタイルの生産地としても名を馳せています。近くにローマ帝国時代に作られた劇場があるらしいので行ってみます。残念ながら今日は閉館しているようです。残念ですが戻りましょう。このローマ劇場は西暦2世紀頃に建設され、演劇や音楽、公的な集会などが催されたと考えられています。半円形で収容人数はおよそ1万人前後とされていて、大理石や石材で作られています。観客席、舞台建築などの痕跡も確認されています。その後4世紀以降は使われなくなり、ビザンチン時代に入ると教会建設のために石材や城壁が再利用されてしまいます。さらに地震などによる損壊もあり、かなり荒廃してしまいました。現在は完全な形ではなく、保護のために発掘修復中の遺構という状態になっています。それでは出発します。と、その前に駐輪場のゲートを閉めておきます。改めまして出発です。デイ2スタートです。今日はイズニックから南下してアフィオンを目指します。まずは今朝散歩したところ、左手にローマ時代からの城壁、そして右手にイズニック湖を見ながら走っていきます。イズニックは紀元前からの主要都市だったにもかかわらず、この辺りはとても綺麗に整備されています。観光客も少なく静かで、湖沿いの道もとても綺麗です。ここはおすすめの街の一つです。イズニック市街地を出て D595 国道595号線を走ります。トルコで至る所でスピード違反の取り締まりをやっていると何度も言われました。 EDS と呼ばれる電子交通取締システムがそこら中にあります。しかも罰金を支払うための手続きに時間がかかるため、下手をすると日本に帰国できない場合もあるかもしれないと言われました。そんなこともあり、特に今回のツーリングではスピード違反にかなり神経を使いました。そういえばトルコは思った以上に道路標識とか行き先案内がしっかりしているので、安心して走ることができました。前方にパトカーが止まっています。
目の前の警官が止まるように指示をしてきました。一体どうしたんでしょうか。トルコ語が分からず困ったなと思っていたら、男性警察官はスマホの翻訳アプリを使ってトルコ語から英語に翻訳してくれていました。パスポートと免許証を見せろということです。普通に免許区分の確認みたいなのですが、それにしても警察官に囲まれると心配になります。今、国際免許証をチェックしてもらっているのですが、ここからが長かったです。日本で発行される国際免許証ってちょっと分かりにくいんですよね。どうやら日本語のページを見て一生懸命にトルコ語に翻訳しているようでした。そのページではなくて別のところに英語版もあるので、そこを教えてあげたらすぐに運転区分を確認できたようです。これでようやく全て解決したようです。では出発します。まあびっくりしましたが、話のネタにはなりますね。さて、これから向かうのはキュタヒヤという町にある昔のお城です。なんとそのお城の歴史は紀元前まで遡るそうなので、とても楽しみです。それにしてもこの辺りはカオスな街並みです。おっと危ない。小型バイクが逆走してきたり、車が無理な追い越しをしてくるので要注意です。ここ D200 国道200号線はマルマラから内陸アナトリアを抜ける広大な大地が広がっています。起伏が緩やかで広い谷になっており、視界を遮るものがありません。ドローンで撮影したらもっと迫力のある映像が撮れたかもしれません。ムラットレを過ぎたところで突然 Google ナビが右折を指示してきたので、右に入ったところとんでもない狭い道を案内されてしまいました。 D 番号、国道番号などを持たない生活道路のようで、オルマン・ギュズレなど小さな集落が点在するばかりの道です。正直なところ正しい道を走っているのか不安になってきます。対向車が来たら一発で正面衝突してしまいそうな狭い道です。それにしてもこの道に入る少し前にガソリンを入れておいて本当に良かったです。おっと対向車、しかもトラックです。さて、キュタヒヤの市街地に入りました。人や車などが飛び出してくるので注意して先に進みます。ようやく正面に見えてきました。キュタヒヤ城です。かなり高い位置にあるので、街を見下ろすには絶好の場所にあります。キュタヒヤ城、ゲートをくぐって入場です。
早速中に入ってみましょう。キュタヒア城はとても古い歴史があります。紀元前から西暦4世紀の古代からローマ帝国時代にはすでにここに丘の上の防衛拠点が存在していたと言われています。4世紀に入り、東ローマ帝国が内陸防衛の要として城を整備しました。現在の城壁の基礎部分はこの東ローマ帝国時代に形成されたものです。イスラム勢力アラブ軍からの防衛のため、前線の城としての役割がありました。トルコに来て初めての黄昏タイムです。その後11世紀以降のセルジュク朝時代からオスマン帝国に至るまで、城は大規模に修復拡張されていきました。オスマン帝国時代に入ると、前線基地から地方行政の中心としての役割が変わり、城内には兵舎や倉庫、住居が置かれました。しかし火器の発達により、城の軍事的重要性は徐々に低下していきます。19世紀以降、軍事拠点としての役目を終え、現在は展望スポット、歴史散策として親しまれています。昔の見張り台か何かかと思ったらカフェでした。かつてのローマ帝国の兵士、セルジュク朝の兵隊やオスマンの役人がこの石畳の道を行き交ったことを想像するだけでワクワクしてきます。まさに丘の上の歴史要塞と言えます。さて、それでは次に向かいます。次はそのまま本日宿泊予定のホテルに向かいます。今回トルコツーリングの日程を組むにあたって、カッパドキアとカムッカレはどうしても外せなかったため、走行距離が全般的に長くなってしまいました。そんなわけで今日は観光地として回る箇所はここだけになります。キュタヒアの市街地は古いだけに道路も非常に混み入っています。とにかく注意して走行していきます。ようやくキュタヒアの市街地を抜けて郊外の国道に入りました。念のため今日2度目のガソリン給油をしていきます。給油方法も随分と慣れてきました。この後はただひたすらホテルを目指して走ります。
本日宿泊するホテル到着しました。こちらが本日宿泊するホテルです。なんと夕食と朝食込みで50ユーロでした。ちょっとびっくりです。